はもものお肉で丸っていう部位、新玉とも呼ばれます。丸、内ももの下というかこの辺についてるお肉ですけど、ここに大腿骨がついています。ももの一番大きい骨がここについてる感じ。でここ友三角っていうのがこういう感じでついてますんで、まずそれを外しますね。この上の脂を取ってきますね。上からこういう感じでめくるような感じで脂を取ります。この時気をつけるのが、下の筋を切らないように、できるだけ切らないように上の脂を外しますね。でこんな感じでだいたいこう見えてくるじゃないですか。これが友三角。友三角を外すときはここからめくってきます。こういう感じで。でここでこう分かれるんですよね。友三角を外します。これで外れましたね、友三角。こうあったのが、こうめくって剥がした感じ。まだ油とかついてるんで、これをまずきれいにしていきます。ここの上の油がね、結構クッとこう入り込んでるんですよね、ここね。それを取ります。こういう感じで。ちょっとくぼんで入ってるんです、ここの油が。上の筋をね、外していきます。こういう感じで。で、こういったお肉をね、こうきれいにしていくのをお肉磨きとかいう言い方しますね。筋肉本来の美しさを再現するっていうか、そういうことは常に意識してますけど。ここもちょっとくぼんで入ってたりするんで。丸めた方が包丁に対してこうスッとこう角度が合うんですよね、角度が。こんな感じで友三角って呼ばれる。ももの中では一番霜降りがあると思いますね。丸皮っていうここね、大腿骨を巻いてる部分なんですね。でここを外していきます。でここはここを境に実はついてるんですね。でもここ境目が見ても分かんないっていうか分かりづらいので、上の油をうっすら削ったら境目が分かりやすいので、まず上の油をうっすら取ります。
こういう感じでうっすら取っていったら境目が出てくるんですよね、こうついてるじゃん。ここが境目で、僕はこのラインでこの角度で包丁を入れて、下の筋を切らないように下の筋に沿って分けていく。こういう感じ、こういう感じですね。この先を使ってですね、この角度で当てていく。もう力を入れずにスッとなんていう下ろすだけというか、ここまで来たら向きを変えて手前にします。ここにも筋があるんでね、この筋に指に沿って入れて、こっちから多分抜けたら比較的やりやすいんじゃないかと思います。でここまで来たらここで分けます。でこれが丸皮です。で丸皮の筋を取っておきます。ここは厚くて、ここは薄いんですよ。厚い方の頭をちょっと出して、手前からこう筋と赤身の間に包丁をスッと入れる感じで、これ筋です。ちょっと入り組んでる筋肉なんですね、丸皮っていうのは。複雑な動きをする筋肉なんで、ここの筋があるんですけど、ここは手前、ここの筋を取っていきます。取ってここで折り返して、今度は左を手前に引いて押し切り、引くのと押すので両方で筋を取っていく。ここの筋肉の間の筋まで全部取ってあげる。ここまで出したら筋が出ます。丸皮です。すごい赤みが強い。髪の毛と丸芯を分けていきます。丸芯がこっち、で髪の毛が上についてるんですよね。でこれも同様に上の油をまず取ります。油を取ることでよりきれいに分けることができます。こういう感じで油を取ってあります。肉にギザギザにあまり傷つけないようには気をつけてます。で髪の毛の筋がこれなんですよね。上の筋を取ってきますね。これめちゃくちゃ薄いんで 0. 何ミリの筋なんで、包丁を上にして筋とこの肉の間に切れ目を入れて分けていきます。この薄い筋を取ります。本当先だけ使う感じです。でも切ってる感覚、もう本当指の感覚が大事ですね。
曲線を描く感じに包丁を当ててあげると、ここの曲線が比較的。今度丸芯と分けるんですけど、中に筋があるんで分けるんですけど、何でもポイントがあって、まず頭をねちょっと起こしてあげるんです。頭を起こしたらこう割れ目が境目が出てくるんですね。これね。で分け目が出た後に、今度はここの筋にちょっとこれ短いんけどね、まずここ切れ目を入れます。筋を出しますね。そこからもう下の筋に沿って包丁を入れて分けていく。この辺まで来たら極限になってくるんだけど、ここ実は巻いてるんで、ここで分かります。でこっちが亀の子、こっちは丸芯。あとはこの上の筋を引いていくんですけど、引きますね。意外とこれ早くやった方がもう集中してこう切れるんですよね。で亀の子の周りの筋は結構硬いんですよね。この裏側の筋が硬いんで、亀の甲羅みたいな感じなんで亀の子って。はあ。でこういう感じであと筋を取ってきますね。これが丸芯で、